それでは摩擦力について解説します。粗い面と出てきたら、物体と粗い面の間に摩擦力が生じるよという意味です。粗い面の上に静止している物体に小さな力を加えても、逆向きに同じ大きさの摩擦力が働いて、この物体は動きません。物体に加える力をどんどん大きくしていくと、この摩擦力も大きくなっていきます。力 F を大きくしていくと、この摩擦力も大きくなっていきます。どんどん力を大きくしていくと、それに伴ってどんどん摩擦力も大きくなっていきます。やがて、もう限界、今にも動き出しそうっていう瞬間が訪れます。摩擦力の大きさはとっても大きくなっています。そして、ずるずると物体が動き出すわけです。そうすると、摩擦力はガクッと小さくなります。抗って抗って抗って抗うんだけど、もう動いちゃうと、ね、こんな風に摩擦力は小さくなっちゃいます。止まっているタンスを動かす瞬間には大きな力が必要だけど、一度タンスがずるずる動いてしまえば、それほど大きな力は必要ありませんね。タンスを軽く押してみる。ね、まだタンスは動かない。タンスをぐーっとね、強く押してみる。だけどタンスは動かない。タンスをぐーっとものすごい力で押してみる。するとタンスがずるずる滑り出した。ね。ずるずるタンスが滑り出したら、一気にタンスに働く摩擦力は、ね、小さく、ね、ここね、小さくなるんだね。で、タンスが滑ってる間は、この小さい摩擦力が、ね、ずーっと一定の大きさで働き続けるわけだ。では、ここ、ね、動き出す瞬間と、ここ、ずるずる滑ってるとき、ね、ちょっとそれぞれ注目してみよう。この物体が動き出す瞬間、その瞬間の摩擦力、ものすごく大きくなってる摩擦力、この動き出す瞬間の摩擦力を最大静止摩擦力と言います。μn という大きさで表されます。μn の n が大きければ、最大静止摩擦力は大きくなります。μn の n が大きければ、当然 μn も大きくなります。つまりそれは大きな力が加わらないと動かないっていう意味です。この μ は静止摩擦係数と呼ばれる係数です。本が入ってない本棚より、本がぎっしり詰まった本棚の方が動かしにくいよね。この μn の n は物体に加わる重力と非常に密接に関係しています。上方向を正として上下方向に運動方程式を考えれば、もちろんこの物体は上に加速したり下に加速したりすることはないので、上下方向の加速度0、そして上下方向に加わる力は n-mg、0イコール n-mg、よって n イコール mg となります。mg が大きければ n も大きくなることになります。mg がとっても大きければ mg と n の大きさは等しいので、μn の大きさもとっても大きくなります。つまり、大きな力が働かなければ動かないということになります。重いものの方が動かしにくいという経験とよく合いますね。では次に物体がずるずる動いている状況を考えましょう。物体がずるずる動いているときに働く摩擦力を動摩擦力と言います。μ'N という大きさで表すことができます。物体が動き出したら、μ'N の大きさの摩擦力が常に物体に働いていることになります。
このμ' は同摩擦係数と呼ばれる係数です。それでは問題を読み上げます。粗い面上で質量 m の物体に力 F を加え続け、図のように動かしているものとする。粗い面と物体の間の同摩擦係数をμ' とし、物体の加速度 a を m, g, μ', f を用いて表しなさい。こちら向きを正とする運動方程式を立てれば、ma イコール f マイナス μ'n で加速度がこのように表されるわけです。だけど、今回使っていい文字に n が入っていないね。そこで上下方向の力の釣り合いを考えれば n イコール mg。n イコール mg より n に mg を代入してこのような答えが出るわけです。これ n イコール mg 見逃しがちだから注意しとこう。こういう状況だからね、普通はありえないけど、もしこの n の方が mg よりも大きかったらね、もし n の方が mg よりも大きかったら、上下方向の運動方程式を考えれば、この物体は上方向に加速することになっちゃうもんね。そんなことはありえないよね。n と mg の大きさが等しいことになりますよね。n イコール mg 忘れがちだからちょっとチェックしとこう。ではこれは飛ばして OK ですが、基本的にμとかμ' っていうのは実験によって求めます。物体の素材によって異なることが知られています。摩擦力の本当の原因についてはまだ完全には解明されていません。どうして、どのように摩擦力が働いているのか、まだ完全には解明されていないんですね。非常に小さい世界の複雑な話になってきます。